はじめまして、デシマルと申します。このチャンネルでは、主に歴史分析の新しい手法について解説しています。なぜ、世界では戦争が起きるのか。この問いに、あなたは即座に答えられるでしょうか。食料がないから、資源を奪い合うから、それらはもっともらしい答えに聞こえます。確かに、食料や資源の不足は人間が争う大きな理由の一つです。しかし、それはあくまで間接的な要因に過ぎません。もし、資源不足だけで戦争が起きるのなら、それは単なる強盗団の抗争と変わりありません。ではなぜ、国や文明といった巨大な共同体は命を懸けてまで戦うのでしょうか。そこにはもっと深く、そして構造的な理由が存在します。生存欲求が敵意へと変貌するとき、確かに人類は極限状態において生きるために奪うという行動に出ることがあります。飢餓や水不足など生命の維持に不可欠な要素が失われたとき、個人や小集団は暴力に訴えることもあるでしょう。フィクションや歴史の中ではそうしたサバイバル型の争いは頻繁に描かれます。しかし、国家という規模の共同体になると、生存のための争いは全く異なる様相を呈します。国家は単に腹が減ったから攻めるのではないのです。国家が敵を作り出す理由、個人が生存のために何かを奪うのと、国家が戦争を始めるのとでは、動機も構造も全く異なります。国家が戦争を始めるとき、指導者には国民の協力と犠牲を引き出す必要があります。そのために行われるのが敵の創出です。あの国こそが我々の生存や未来を脅かす存在だ。こうした物語が提示されることで、国民は団結し、戦意を高めます。たとえ、実際には資源や経済的動機があったとしても、食料がないから戦争するとは決して説明されません。代わりに、以下のような正当化が用意されます。安全保障の脅威。敵国が我々の安全を脅かしている。正義の主張。我々こそが正義の側に立っている。歴史的怨恨の強調。過去の敵の行いが今日の苦境の原因だ。イデオロギーの対立。敵の思想は我々の社会を破壊する。こうして戦争の動機は純粋な生存から国家の存続や正義の遂行といった理念的、構造的なものへと変貌していきます。なぜ生存のための戦争を破変出するのか。国家レベルの共同体になると、争いの動機は個人の生存欲求を超え、より複雑な社会構造に組み込まれます。例えば、資源分配の不均等。国家全体で見れば資源がある場合でも、特定の階層や地域に富が集中することで不満が蓄積し、外部に敵を求める形で爆発します。支配層の利益。戦争は必ずしも国民全体のためではなく、権力維持や経済的利益のために仕掛けられることもあります。その際も敵をでっち上げて動員が正当化されます。歴史と文化の影響。共同体ごとに異なる記憶、宗教、神話が敵への認識や戦争の理由を形作っていきます。戦争の核心にある正当性の主張。このように見ていくと、国家間の戦争は単なる生存競争ではなく、我々こそが正当であるという主張の衝突であることがわかります。そしてこの正当性という言葉こそ、すべての戦争に共通する隠された構造の核心なのです。人類はなぜ命を懸けてまで戦うのか。それは単に生き延びるためではなく、受け継いできたものを守るためなのです。国旗、宗教、言語、土地、歴史、法制度。これらはすべて過去から今へと継承されてきたものであり、国家とはその継承を守る共同体なのです。図表を見てみてください。イスラエル、中国、ロシア、アメリカ。これらはすべてなぜ戦うのかという問いに対する継承の物語によって正当化されています。彼らは善意で戦っています。なぜと彼らに聞けば、そうするのが正しいからと回答があります。戦争を悪いことと教育されてきた日本人から見れば驚きだと思いますが、善意で他国を否定し、善意で敵を殺します。彼らに悪いことをするなと諌めても無意味です。
むしろ善意を否定されたからと、諌めた方を攻撃してきかねません。正統継承学、通称 SCSP という新たな視点。このような継承をめぐる衝突を読み解くためのフレームワークが正統継承学、すなわちスタディース・オブ・コア・サクセッショナル・プリンシポース、通称 SCSP で、SCSP、多国家や文明の行動を次の4つの視点から分析します。キサセッショナル・オリジン、日本語では継承的起源と言います。単にオリジンと呼ぶこともあります。点となる神話、建国者、聖地、制度などのことです。ミサセッショナルエッセンス、日本語では継承現実と言います。単にエッセンスと呼ぶこともあります。世代を超えて守られてきた精神、仕組み、文化のことです。参考オブサセッション、日本語では継承の核と言います。単にコアと呼ぶことも多いです。共同体が絶対に失えないと信じている不可侵の中核のことです。これを失うとその共同体は分裂もしくは崩壊します。4サセッショナルフォース、日本語では継承の原理と言います。継承が持続、変容、断絶する要因、例えば征服、革命、制度改革などのことを言います。SCSP は善悪や正誤の判断を避け、なぜその継承が信じられているのかを冷静に読み解くための方法論で、これは現代の争いや誤解を構造として捉えることで、感情に流されない思考の土台を提供する試みでもあります。正否や善悪を語る前に、それぞれの信じるものとその主張を色眼鏡なしに並べ、何が譲れないものなのかを前提として読み解きます。そうすることで、たとえ価値観が真逆でも、相手の正当性の構造を理解することは可能になります。理解とは同意ではありません。しかし、相手がなぜそう信じるのかを理解できれば、いたずらに理解できない存在に恐怖し、悪魔化する必要もなくなります。SCSP はそのような対立の根本構造に向き合い、対話を可能にするための地図なので、色眼鏡を外す方法。今、世界で起きている対立や戦争も、単なるニュースや数字として見るのではなく、彼らは何を継承し、何を守ろうとしているのか、という視点で見てみてください。継承構造を理解することこそが、対立を超えた対話への第一歩となるので、この考え方を AI にインストールした SCSP、アナリストをぜひ使ってください。SCSP の考えを説明する前に、まず使ってみて、その有用性を感じてみてほしいです。SCSP アナリストのアクセス方法。チャット GPT のアカウントがない方と、有料契約をされていない方は、軽量版にアクセスしてください。チャット GPT のアカウントを持ち有料契約をされている方は、軽量版と書かれていない方の SCSP アナリストを利用してください。まず、この動画を一時停止して、画面に出ているように URL にアクセスしてみてください。チャット GPT のアカウントをお持ちでない方は、チャットを開始するにはサインアップするかログインしてくださいと表示されていると思います。ここではメールアドレスを使っての登録方法を説明します。ご自身のメールアドレスを入力して、続けるボタンを押してください。続けてパスワードを設定して、続けるボタンを押してください。うまくいくと、入力したメールアドレス宛てにコード、つまり番号の書かれたメールが届きますので、それをご確認ください。コードが確認できたら、その番号を入力して、続けるボタンを押してください。氏名と生年月日を入力して、続けるボタンを押してください。最後に、それでは始めましょうボタンを押してください。これで準備は OK です。では、何ができるか聞いてみましょう。あなたは何ができますかと入力すると、何ができるかを教えてくれます。試しに、現代日本について分析してくださいと入力してみます。すると、分析のために必要な情報を聞いてきますので、その指示に従って入力してください。画面のように分析してくれます。今回は、軽量版の SCSP アナリストを利用しての説明でしたが、軽量版ではない方も使い方は同じです。あとは、画面の提案のようにいろいろと質問してみてください。
なお、無料版のチャット GPT でも軽量版であれば動作はしますが、基本的には有料契約を推奨します。無料版では性能が足りず、たまにハルシネーションを起こすことがあります。SCSP を AI に入力する場合、GPT-4 以降の有料版など高精度モデルを推奨します。このチャンネルでは、今後も正統継承学、すなわちスタディース・オブ・コア・サクセッショナル・プリンシコース、通称 SCSP について解説していきます。興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。SCSP アナリストを使ってみての感想などもお待ちしています。声を上げよ物語は開かれた大空が光る王が書き戦いは死別を極めた日誌と鉄の記念それは血と涙の上に築かれたただ翻にればかなり響く真実が壮大なパレードで宣言される古い栄光は文化のもとなたる正義に封印される進め進めさあ平和のため正義のため我らのために進め進め誰の理想が領地で満たすのか新たなる正義で枠を切り裂けいかなる犠牲を払おうとも我らの平和を勝ち取るのだと勝者が瀕死世界が繰り返すインクで刻まれ血でそうにとされた記録だがその輝きの下に忘れられた声が沈んでた幾千の正義の果てに残る物語はただ一つ彼らは私たちに英雄の名を教えたが私がし戸惑う鎖については語らなかった悪を名指しし線を引いたがそのあるたる理由は誰も教えてくれなかった進め進めだがどこへ何のために誰のために進め進め誰の正義がこの部屋を満たすのか古き歴史を剣で切り裂け我らの正義を歴史に刻むために悪の言葉を振り去るためにこれは100年後の未来に歌われる歌我らの正義はどのように綴られるのだろう歴史は繰り返すその輪の中にあるのは果たして私たちか進め進めさあ平和のため正義のため